はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日もですね、リクエストにお答えしていきたいと思います。はい、今回はペイトリオンのメンバーからリクエストいただきました。こちらありがとうございます。はい、リクエストなんですけれども、遊女と芸者は何が違いますかということですね。はい。遊女と芸者についてまだ違いがわからない方がいらっしゃると思います。ということでリクエストをいただきました。はい。まあね、皆さん遊女と芸者って知ってる？芸者っていうのはよく聞いたことあると思います。特にね、なんかハリウッド映画、さゆりとかね、2005年とかにあったさゆりっていう映画見たことありますか？私も見たことあるんだけど、めっちゃ綺麗だったね。はい。あれに出てくるのは、芸者だっけちょっと覚えてないわ。はい。とにかく、よくね、ハリウッド映画とか、なんか海外のね、ドラマとかでも、芸者って言ってね、よく出てくると思うんですよね。でも、その芸者のイメージと、本当に日本にいる芸者ってちょっと違うんですよね。はい。なので、今日は、遊女と芸者の違いと、日本のちょっと歴史についてお話ししていこうと思います。遊女と芸者っていうのは女性もじゃないやどっちも女性です。はい。どっちも女性。はい。で、今も存在しています。はい。数は少ないですけどね。はい。で、この遊女と芸者の歴史は結構似ていて、始まりは江戸時代ですね。本当はもっと前からあったようなんですけど、一番有名になって、その政府が認めたのは江戸時代からのようです。はい。で、遊女っていうのは、男性に体を売る女性たち。で、芸者っていうのは、その、芸をする人たち。例えば、楽器をしたり、歌を歌ったり、踊ったり、男性にお酒を継いだりする。その男性を楽しませる人たちが芸者と言います。これ全然違いますね。はい、全然違います。はい。でもどちらも、働いてる場所は同じ、遊郭という場所でした。はい。鬼滅の刃をね、見ている方はね、もうすでにご存知だと思うんですけど、鬼滅の刃のシーズン3の遊郭編がありました。はい。ちょっと先週終わっちゃったんだけどね。よかったよかった。はい。遊郭編を見た方はわかると思うんですけど、いろんな女性たちが男性のために仕事をしている場所。で、遊女っていうのは体を売る人たち。で、芸者は遊女たちが来る前に男性を楽しませる人なんですね。なんていうのその場を盛り上げる人たちが芸者だったらしいです。はい。で、しかも、もともと男性が芸者をやっていたらしいですよ。はい。もともと男性がやっていて、今は女性がやるようになってるっていうことですね。はい。で、芸者の中では、こういう言葉があって、芸は売っても、身は売らぬっていう言葉があるんですよ。これどういう意味かというと、私たちは芸を売るけど、体は売りませんっていう、プライドがあったようです。はい。こう聞くとさ、結構なんか芸者って位が高いのかな、遊女より位が高いのかなって思うかもしれないんですけど、当時の江戸時代では、遊女が女性の中の一番ランクが上です。はい。で、その遊女の中で最も人気な人たちが花魁って言われるトップの女性たちですね。なので、芸者と遊女は違う。で、芸者は遊女より、位が低かったので、芸は、芸を売っても身は売らぬと言いながら、秘密で芸者も体を売っていたっていう歴史が残っているらしいです。はい。一部の人ね、少ない人たち、お金のために。でもそういう人たちは、なんていうの遊女がトップなので、遊女の仕事を取ってるんですよね、その芸者の人たちは。だから、バレたら、捕まっていたようですよ。でもいろいろ時代が経って、昭和の33年に遊郭っていうのがなくなります。はい。法律が変わって、そういう場所は
亡くなりました。で、遊女たちはいなくなったんですよね。はい。で、残ったのが芸者ですね。うん。まあ、芸者は今でもいます。はい。まあ、東京だと浅草とか赤坂とか上野とかですね。まあ、京都がね、一番有名だと思うんですけど、京都とか、まあでも、他の地方にもいます。石川県とかね、金沢とかもいます。はい。ちなみに、芸者って言いますけど、芸者っていうのは、京都以外の人たちの名前です。京都以外。はい。京都では、芸妓さんっていう名前で言います。芸妓さん。はい。だから、京都じゃない。東京は芸者。京都は芸妓っていう名前ですね。はい。で、その下のランクの人たちがいて、まあ若い子たちっていうのが、いるんですよね。うん。その子たちの名前が、京都の場合は、舞妓さん。まあ聞いたことあると思うんですけどね。はい。なんで、舞妓さんになって、舞妓さんがレベルアップポケモンみたいな。レベルアップしたのが芸妓さんです。はい。で、芸妓さんは20歳以上にならないと、なれない。もうプロですね。本当にプロ。まあ、20歳になっても、まあ、試験みたいのがあるんですよね。そのマナーとか踊りとか、すべてができる人じゃないと芸妓にはなれない。ですって。厳しい世界です。で、舞妓さんの80%ぐらいの人が芸妓になる前に辞めてしまうっていう現状があるようですよ。厳しい。はい。ちなみに舞妓さんは15歳からスタートしてます。15歳ってことは中学校卒業した後だよね。やばくない？ね。まあ厳しい世界ですよね。はい。まあ芸妓さんになると、1回の値段は10万円から、高ーみたいな感じですね。はい。一方で、東京の、その芸者さんの下の人たちは、半玉さんって言われてるようです。まあ、舞妓さんと同じですね。ちょっと名前が違うだけになります。はい。まあね、芸者さんたちは私は会ったことないですね。見たことないですね。舞妓さんも見たことない。うーん、そう。よくね、なんか、京都の街とか浅草の街で、その舞妓さんとか、芸妓さん、芸者さんの格好をしている人を見たって方いるかもしれないんですけど、もし一緒に写真を撮ってもらいましたっていう人がいたら、その人たちは偽物だそうです。偽物。本当の芸者さんと舞妓さんは写真を撮らせてもらえないし、立ち止まってくれない。忙しいからね。うん。だから偽物らしい。偽物って何って感じですけど、多分普通の、なんか一般人がそういう服を着てるだけですね。だから、写真撮ってもらってもそれは本物じゃないってことを覚えておいてくださいね。はい。で、まあ日本ではそういうふうに男性を相手に、商売をしている女性っていうのはたくさんいるんですよ。例えばホステスさんとか、キャバクラとかね、キャバ嬢とかね。前にね、日本の夜の街のエピソードでご紹介したんですけど、そのホステスさんとか、そのキャバ嬢の人たちの、とは何が違うかっていうのは、彼女たちは初めて来たお客さんにも相手をするんですよね。でも、その芸者さんとか芸妓さん、舞妓さんたちっていうのは、一元さんお断りってね、聞いたことあるかもしれないんですけど、初めて来た人は入れないお店です。はい。うん。まあ、これに関してね、ちょっとね、じゃあ、海外の人はどうやって入ればいいんだよって思うと思うんですけど、日本の一般人も入れないんですよね。日本人もどうやって入ればいいのかわかんない。だって1回10万円でしょ？ 10 万円からだから、恐ろしいよね。まあ、政治家とか、まあ、金持ちの人たちを相手にするんだと思います。はい。まあ、ちなみに、京都であれば、京都の超高級ホテルとか旅館に行って、頼めば行けるかもしれないらしいですよ。だから本当にその芸者さんのその場所で遊んでみたい、行ってみたいと思う方がいらっしゃいましたら、まずは京都の超高級ホテルとかに泊まって
お願いするのがいいと思います。はい。もう面白い文化だと思いますね。うん。はい。まとめると、遊女っていうのは、男性に体を売る人たち。芸者さんっていうのは、東京にいる人たち。で、芸を売る人たちですね。体は売りません。はい。で、京都にいる人たちは芸妓さんっていう名前です。はい。うん。面白いなと思いました、この文化は。はい。ちなみにね、最後に、遊女はいなくなったってさっき言ったんですけど、まだ残っているって言い方していいのかな。私も詳しくはね、わからないんですけど、これはちょっとすごくダークな文化なので、大阪のね、西成地区という場所にある、遊郭みたいな場所があります。飛田新地って言うんですけど、その場所は。うん。もし興味がある人は行ってみるといいと思います。結構びっくりする。ちなみにカメラはダメだし、女性はもう一切入れないですね。女性が行った場合は、怒られます。めちゃくちゃ。怒られるそうですよ。うん。私一回その西成地区にご飯行った時に、ちょっと散歩で歩いてたんですけど、もちろんそっちの方は行ってないんですけどね。その飛田新地の方が行かなかったんですけど、なんか見てはいけない場所を見てしまった感じがしてすごかった。うん。飛田新地の方はそういう遊女の女性たちがお兄さんお兄さんって言って呼んでるんですけど、そっちじゃなくて西成地区っていうところがそもそも結構その貧困層の人たちが多い、そのホームレスの人とかもすごく多い場所なんですけど、ドラッグとかやってる人も結構多いんですよね。で、私が友達と行ったのが夕方4時とかだったんですけど、なんかみんな酔っ払ってたの。早くないまだ4時なんですけど、みたいな。しかも平日。休日でもなくて。で、なんか警察がいて、道路に女性が泣きながらね、叫んでるんですよ。なんかわかんないけど。で、なんて言ってんのかなって言ったら、タバコ吸いたいって言って叫んでたの。と思って。で、警察も、はい、はい、行くよってなんか言ってて、そしたらその近くにいた知り合いかなんかお店の人がその人におばさんって言っちゃダメだよ、お姉さんっていいなって言ってましたおばさんって言ったら怒るのかなと思ってね。ちょっとすごい光景を見た。なんかすごかった。酔っ払ってるおじちゃんたちがいっぱいいて、なんかもう言葉で表せない。私は知らない世界って思ったけど、結構面白いですね、ディープで。はい。興味ある方、男性は行ってみるといいと思います。はい。そんな感じで何の話したか忘れちゃいましたけど、はい。遊女と芸者の違いはこういう話でしたね。はい。今日はそんな感じで、終わりにします。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、ウェブサイトをチェックしてみてください。私のTwitter、Instagram、YouTube こちらの方もお願いいたします。鬼滅の刃のね、日本語の紹介動画、ラストね、あと1回残ってるんですけど、ぜひ最終回も見てみてくださいね。結構面白い日本語を紹介してると思いますので。はい。そんな感じで、そんな感じで、また次回、さようなら。